皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日の現場は建設業界の深刻な人手不足を救うナレルグループ9163の再点検です。直近で株価が年初来安値を更新し、配当利回りがついに 5% を突破してきました。しかし利回りが高いからと安易に飛びつくのは危険です。今回は彼らがなぜ稼げるのかという強みに加えて、現場の奥深くに潜む見かけの割安さや派遣切りリスクといった裏側まで、ヘルメットの紐をしっかり締めて徹底的に点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。配当利回り 5.11%、 合格。 ROE14.9% で合格。自己資本比率 58.9% で合格。配当成功 48.1% 合格。補足、2030年までの減配なし累進配当宣言で合格。見事なオールグリーンです。高い利回りと2030年まで下限115円という配当の安全帯がしっかりと装着されていることが確認できます。続いて事業内容の点検です。ナレルグループがどの現場で稼いでいるのか、セグメントの構成比を見てみましょう。最新の売上構成比は建設ソリューション事業が 89.6%、 IT ソリューション事業が 10.4% と、ゼネコンなどに施工管理技術者を送り出す建設事業が圧倒的な主力です。この会社が稼げる強みは作業員目線で見ると3つあります。1つ目は未経験者をプロに変える人材加工工場であること。自社メディアで未経験者を集め、徹底した研修で育て上げることで顧客からもらえる契約単価を引き上げています。2つ目は単なる人材派遣ではなく、ドローン測量などの IT ツールを使いこなす現場の DX 化部隊として入り込み、高い利益率を確保している点。3つ目は国から認められた団体しかできない職人紹介の許可、全国で3団体のみというプラチナチケットを持っている点です。ただ、ここで作業員としての厳しい安全確認を2点お伝えします。1点目はのれんの魔法です。ナレルグループは過去の買収により総資産246億円のうち約141億円をのれん、目に見えないブランド代のような資産が占めています。通常、日本のルールで家計簿をつけると、こののれん代は毎年少しずつ費用として引かれるため、その分だけ利益が削られて見えます。しかし、同社は IFRS 国際会計基準という特別なルールを採用しているため、これを引かなくて良いことになっています。つまり、日本のルールの会社と比べて利益が丸々大きく見え、結果として株の割安感を示す PER が低く、お買い得に見えやすい、イコール PER の罠という構造があることを知っておく必要があります。2点目は、景気後退時の派遣切りリスクです。資材不足などで工期が止まれば、コストカットのために真っ先に派遣契約が切られるリスクがあります。これは会社も有価証券報告書で最大のリスクとして認めている現場のアキレス腱です。ここを理解せずに見かけの割安に飛びついて買うのは非常に危険な作業と言えます。次に業績の軌跡点検です。過去5年間の業績トレンドを振り返ります。売上高は121億円から242億円へとまさに倍増、綺麗な右肩上がりの足場を組んできました。営業利益も2024年10月期まで順調に伸びてきましたが、直近の2025年10月期は28億円と一時的な減益となりました。しかしこれは事業の地盤が傾いたわけではありません。将来の現場を支える技術者を採用育成するための先行投資という名の攻めの修繕費を使った結果です。未来の収益に向けた意図的なしゃがみ込みの期間に入っていると評価できます。続いて財務の深掘り点検です。会社の金庫である財務状況を点検します。総資産246億円に対して手元の現金は48億円をしっかりと確保。そして経営の安定度を示す自己資本比率は 58.9% と堅牢です。先ほどお話ししたのれんのリスクについても、最新の減損テストでは帳簿の 2.2 倍の回収可能価格があると確認されており、直ちに爆発する危険はありません。さらに本業で稼いだ現金で借入金をしっかり返し、準有利子負債は実質ゼロ水準です。
見かけだけでなく実際の金庫の中身も非常に硬いコンクリートで守られています。そしてのんびり投資家が最も重視する還元姿勢です。配当金は2023年10月期の95円から110円、115円と着実に増配してきました。そして最大の強みが中期経営計画での2030年まで配当下限115円の明言です。 DOE 株主資本配当率の目標こそありませんが、この減配しないという累進配当の約束が一時的な業績の波や株価下落から我々を守る最強の盾となります。配当成功も 48.1% と無理のない安全な配分です。次に直近決算と将来目標の点検です。直近の2026年10月期第1四半期の決算を確認します。売上高は63億円、前期比 6.5% 増、営業利益は7億円、前期比 19.6% 減となりました。パッと見はまた大幅減益かと思いますが、単身の裏を読むと景色が変わります。実は会社が立てていた1級の営業利益計画は5億円でした。つまり計画に対してはプラス2億円以上も上振れて着地しているのです。人件費や採用費のアクセルとブレーキを絶妙にコントロールしている見事な現場監督ぶりです。そして懸念していた派遣切り稼働率低下のリスクですが、前四半期に落ち込んでいた稼働率がこの1級では 91.3% へと回復傾向を見せています。続いて株価と需給の点検です。直近の株価は下落トレンドが続いています。5月1日に年初来安値となる2231円まで売り込まれました。信用改ざんも減少しつつあり、需給の整理が進んでいます。最後に結論、のんびりの判定はリスクを理解した上での絶好の拾い場です。のれんの魔法による見かけの割安さや景気後退時の派遣切りという現場の危険箇所は確かに存在します。しかしそれをカバーする強固な財務と稼働率の回復、そして何より2030年までの下限配当115円という最強の安全帯があります。具体的な指値としては、利回り 5% ラインを上回っている現在の2250円以下はのんびりと仕込み始める第一の現場として最適だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。